それでは教務からの注意事項をお伝えします。はい、皆さんはまずスケジュールについてお伝えしますが、このようなファイルを持っているかと思います。このファイルの一番最初のページに3ヶ月の今期3ヶ月のスケジュールが入っています。それを確認しておいてください。またそれぞれの説明は後で行います。それからこのような地震が起こった時にどうしたらいいですかという注意の紙があります。日本は残念ながら地震がたくさんある国です。でも建物はとても丈夫になっていますから心配しなくてもいいです。ただ勉強している時に地震が起きた時どうしたらいいですかという時には必ず注意することは先生の言うことを聞いてください。先生の指示に従ってください。また詳しいことはこの紙に書いてありますので自分で読んでください。もしわからないことがあったら先生に聞いてください。はい。管理にはごめんね。それでは今からクラスについての説明を行いたいと思います。学校には A クラス、B クラス、C クラス、D クラスというのがあります。A クラス、B クラスというのは N1、N2 レベルの勉強をするクラスです。C クラスというのは N3 レベルを勉強するクラスです。D クラスは初級のレベルを勉強するクラスになります。それぞれのスケジュールがこのプリントの2枚目の紙にスケジュールが書いてあります。そして皆さんが卒業するのは3月になりますから、その3月までにどれだけ勉強するか、勉強がどこまで進むかの説明が書いてありますから、しっかりと読んでおいてください。また3ヶ月に1回大きなテストがあります。そのテストの合格は 70% 以上が合格になります。もし 70% 以上取れなかった場合はもう一度同じクラスで勉強することになりますのでしっかり勉強してください。それではレベル変更について説明をします。皆さんはプレイスメントテストを受けてそれぞれのクラスが決まっているかと思います。もし授業を受けて1日2日してこの勉強は難しすぎる、簡単すぎると思ったらすぐクラスの先生に言ってください。また他の日にプレイスメントテストというテストを受けてそのテストで合格したら上のクラスに行くこともできます。そのプレイスメントテストはいつあるかはまた後から先生が伝えるのでテストを受けたい人、クラスを変わりたい人はクラスの先生に伝えてください。またその時に注意することはクラスが変わったらクラスでもらった本はもうその本が変わるかもしれませんのでクラスを変わりたいと思う人は教科書に何も書き込みをしないようにしてください。もし書き込みをしてしまったり本を汚してしまったらお金を払って新しい本を買わなければいけません。注意してください。はい、それでは次に毎日学校へ持ってくるものについて説明をしたいと思います。学校に持ってくるものはまずは筆記用具を持ってきてください。鉛筆またはシャープペンシル、そして消しゴム、そして赤ペンです。必ず赤ペンも準備してください。また、ノートも自分のためのノートを準備をしてください。初級の人はノートが3冊必要になります。1つは自分のためのノート、2冊目は提出するためのノート、3冊目は漢字のノートになります。漢字のノートは学校で110円で販売しているので学校で買うことができます。また先生に提出するためのノートはサイズは B5 サイズのノートを用意するようにしてください。それから皆さん気をつけてほしいのはテストや先生にチェックしてもらうためのものはボールペンで書かないようにしてください。
必ず鉛筆やシャープペンシルで書いて、間違えたら消しゴムで消して書き直すようにしてください。よくテストなどもボールペンで書いて消さないで、ただ自分で二重線を引いて消して上から書いている人などがいますが、日本ではそれは失礼になるので書かないようにしてください。はい、それから、初級 D クラスの人はこのファイルも授業で毎日持ってくるようにしてください。このファイルの後ろの方に、授業で使ういろいろな言葉についての紙が入っています。なので、このファイルも初級の人、D クラスの人は持ってくるようにしてください。はい、それから教科書、ノート、重たいと思いますが、学校には置いて帰らないようにしてください。必ず家に持って帰ってください。なくなっても私たちは責任を取りません。出席率の取り方について説明をしたいと思います。カンリンは一つの授業を45分の授業が1,2,3,4回あるという計算の仕方をして、1日ちゃんと学校に来ると 4.0 というカウントになります。でもしこの45分、例えば9時15分から授業が始まる人が1分から15分遅刻をした場合にはマイナス 0.5 になって 3.5 というカウントになります。そして16分から16分以上遅刻した場合にはこの1コマ全部来ていないということになってマイナス1になり、その日の出席率のカウントは 3.0 となります。またこの間の休みの時間の時に遅刻をしても同じようにマイナスがつくので、遅刻をしないように気をつけてください。また電車が遅れて遅刻しましたという学生がよくいますが、皆さんは学校が9時15分から始まる時に学校に9時15分に来てはいけません。どんな場合でも15分早く来るような習慣を持った方がいいです。なので電車は15分以上電車が遅れた時は遅刻にはなりませんが、電車が3分遅れました、10分遅れましたは遅刻になります。なので15分前、学校には9時には着くように早く家を出るようにしてください。また出席率というのは特に留学ビザの学生にとってはとても大切なものになります。皆さんがビザを新しくするときには出席率、成績、それから宿題を毎日していますか？生活の態度、授業の時の態度はいいですか？悪いですか？それを入管に報告しなければなりません。そして出席率が 80% 以下、80% よりも少なくなった人は入管に報告になります。なので、できるだけ学校に休まないで来るようにしてください。少しだけ遅れただけでも勉強についていけなくなることがありますので、遅刻をしないように頑張りましょう。また専門学校や大学の進学を考えている人は出席率とても大切になります。特に専門学校は 95% 以上あるかないかで学費が安くなったり、あと入学しやすくなったりというのがとても、入学しやすくなったりしますので、出席率できるだけ 100% を目指して頑張ってください。それではクラスでの注意を話したいと思います。まず今はコロナがあるので学校の中で食べることは禁止です。食べ物は学校では食べないようにしてください。ただし飲み物は大丈夫です。
ただ飲み物も缶のものをもし机の上に置いていて、もしぶつかってしまって倒した時に教科書が濡れてしまったり困ることがあるので、できるだけ蓋がついている飲み物を用意するようにしてください。それから授業中携帯電話は使ってはいけません。友達のメッセージ、SNS、LINE 見たいと思います。だけどそれは絶対に授業中には見ないでください。もしクラスによっては辞書、言葉を調べるために先生が見てもいいですよということがあるかもしれませんが、基本的にはわからない言葉は家で調べてくる、または先生に聞くということをするようにしてください。それからクラスにはいろいろな注意事項の紙とかお知らせの紙を教室に貼っています。先生から説明があると思いますが、自分でも見てわからないことがあったら先生に質問するようにしてください。クラスでは、学校では日本のルールを皆さんに守ってもらうようにしています。日本のルールと皆さんの国のルールは違うと思います。例えば帽子を授業中にかぶってもいいですという国もあるかもしれませんが、日本ではそれはとても失礼になります。皆さんが進学をしたり就職をするためには日本のルールに慣れておくこと、日本のルールを知っておくことがとても大切になりますので、私たちは皆さんに厳しく注意することがあるかもしれませんが、先生の指示に従うようにしてください。その他、授業中皆さんはお金を払って学校に来ていると思います。ですから他の学生の邪魔をしないようにしてください。おしゃべりをしたり携帯電話をしたり寝ていたり、そういう他の学生の邪魔になるようなことをしていたら授業中出てもらうことがあるかもしれません。他の学生の迷惑にならないように勉強に集中するようにしてください。では次に勉強について説明したいと思います。皆さんは自分でも勉強今までしてきたと思いますが、もし勉強のやり方わからないこと、質問があったら何でも先生に聞いてください。先生に質問することが一番日本語が上手になる早道だと思います。そして進学とか仕事のことについていろいろ先輩から話を聞いたりすることがあると思いますが、学校の先生たちは専門学校や大学の先生たちといつも連絡を取り合ったり、先生たちから話、大学専門学校の先生から直接いろんな説明を聞いているので、先輩がこうでした、先輩がそうですって言ってもそのルールが変わっているかもしれません。なので先輩のアドバイスを聞くこともいいですが、必ず先生の話を聞くようにしてください。はい、ではその他のルールについて説明をしたいと思います。タバコは学校で吸うことはできません。学校の外にタバコを吸う場所があるので、その場所で必ず吸うようにしてください。トイレなどでも吸ってはいけません。それからお酒ももちろんダメです。学校にお酒を持ってこないようにしてください。それからゴミですが、日本はゴミを燃えるゴミ、燃えないゴミ、瓶、缶、分けて捨てるルールになっています。学校も同じです。ゴミ箱のところに何のゴミを捨ててくださいと書いてあるので、それをしっかり見て日本のルールでゴミを捨ててください。またトイレはみんなで使う場所ですので、使った後他の人が気持ち悪いと思わないようにきれいにトイレを使うようにしてください。以上のルールになります。皆さんこれから勉強を楽しく頑張ってください。以上です。